こんばんは。はるです。今回は TOTS イベント解説になります。前作はですね、4月の28日から6月16日まで行われていた非常に長いイベントになってますね。なので今作もおそらく同時期、もうそろそろ来るんじゃないかなと思います。TOTS どういう風なイベントになるのかという風なことになるんですけれども、チームオブザシーズンと言ってですね、シーズン通して活躍をした選手たちが強化されると、そういう風なイベントになってます。先ほどね、話をした通り、1ヶ月以上にも及ぶ非常に大きなイベントで、おそらく今作もですね、最後のビッグイベントになるんじゃないかなと思います。で、また TOTS はですね、投票があります。こちら TOTY の時期にもね、やっていた方にはお馴染みになるかと思うんですけれども、ほんと TOTY と同じような感じで投票の制度っていうのがありますね。で、TOTY に関しては11名ね、選ぶ形だったと思うんですけれども、TOTS も11名なんですけど、対象がめちゃくちゃ多いですね。それぞれのリーグで活躍したっていう風な候補選手が多くいますので、そっから毎週こう選んでいくみたいな、そういう形になってますね。投票がどれだけこうね、選手に影響出るかわかんないんですけれども、例えば、プレミアリーグだったら、プレミアでワンシーズン活躍した候補選手たちがブワーって出てきて、そっから11名選ぶっていう風な形。で、またそっから、何日か経ったら、ラリーガの候補選手がブワーって出てきて、また同じように11名選ぶみたいな、それがそれぞれ5大リーグで、ありますので、投票の回数も、また候補選手も非常に多くなってるっていう風な感じになりますね。これはちょっと Y の時とは違う、数だったりとか、回数かなっていう風には思いますね。こちら S も非常にビッグイベントってことで、投票があるという風なことですね。そしてここからはですね、過去作の廃選手を見ていきたいなと思います。廃される選手に関してはですね、TOTS の場合少し特殊でですね、主要なリーグプラスその他のね、リーグっていう風な形で TOTS のカードが出てくるという風なことですね。そちらも合わせて一緒にね、話をしていければなと思います。まずはですね、コミュニティ TOTS、そして ALDBTOTS という風なことになってます。コミュニティに関しては、準 TOTS みたいな立ち位置の選手たちですね。惜しくも TOTS に選ばれなかったけれども、強化されるに値する、そんな選手たちになってます。前作はですね、ベルシルだったりとか、あとはアレクセ・サンチェス、またコマンだったり、ジェズス、ロドリゴなんかが非常に値段高くですね、ここに選ばれていた、強化されていたっていう風なことになってますね。またライスだったりとか、キンウィンジェだったりとかもいるという風なことになってます。日本人として伊東純也なんかも、少しね、ちょっと違ったカード、モーメントみたいな感じで、ここに選ばれていたっていう風なことになってますね。また、エールディビジに関してもですね、君は難しいんですけれども、非常に強い選手たちになってますし、こういうね、ちょっとこう、なんていうんですかね、あまり5大リーグとは別のところでも強くなれるっていうのが TOTS の選手たちになってますので、一緒にね、付随してついてくる選手にも注目っていう風なことですね。で、そして続いてはプレミア TOTS、そして EFL の TOTS という風なことになってます。プレミアがですね、非常にやっぱり毎年豪華になってますね。前作だとデブラインだったりとか、ハーランド、ルーベン・ディアス、サラーだったり、あとはハリー・ケイン、あとはラッシュフォード、カゼミロ、ブルーノ・ギマライス、マルティネッリ、サカだったり、あとはウーデゴール、サリバなんかも選ばれてはいますし、また、ちょっとこう、色が違うというか TOTS 特別賞みたいな感じでソン・フンミン、バラン、リー・ジェームズなんかも選ばれてはいますので、プレミアは非常にもう豪華になる可能性が一番高いリーグかなというふうに思いますし、今作もそういう感じになると思いますね。で、また付随してくるチームとして EFL ですね、の TOTS というふうなことで、こちらもですね、それなりにこう使える選手になって出てきはしますし、能力もね、高くなるっていう風なことで、なんかはですね、ジョアン・ペドロだったりとか、テラなんかが人気だった、そんな印象がありますね。で、そして続いては、ブンデス TOTS、そしてサウジリーグの TOTS ですね。まずはブンデスですね。ブンデスに関してもですね、非常に豪華になりますし、前作はね、ベリンガムなんかがいましたので、非常にこちらも値段高い選手がいたと
いう風なことですね。またムシアラ、デリフト、キミッヒ、アルフォンソ・デイビスなんかバイエルン勢もね結構選ばれてはいますし、そうですね、エンクンクもいましたね。エンクンクもいましたし、今作どうなるかわかんないんですけれども、こちらもね、非常に強くなれるという風なことですね。そしてまた前作に関してはサウジリーグにロナウドがいましたので、結構ね、ロナウドはめちゃくちゃ高かった、記憶がありますね。ちょっと S の特別賞みたいな感じでカードね、変わってはいるんですけれども、かなり強かった、そんなカードになってますね。あとはタリスカだったりとかもいましたし、サウジリーグ、今作もロナウド来る可能性あるかなと思いますので、ちょっと注目ですね。そして続いては、ラリーガ TOTS、MLS TOTS ですね。ラリーガに関してはですね、やっぱりベンゼマがいましたし、あとはレバンドフスキー、モドリッチ、ミリトン、ペドリ、あとはビニシウスかな、もうグリーゾンいましたし、かなりね、ラリーガも、プレミアに引き続くというか、ぐらい豪華な選出になってましたし、今作もそうなる可能性全然あるんじゃないかなと思いますね。結構何百万もする選手が多数いるという風なリーグにはなるかと思いました。やっぱり今作だったら、ベリンガムね、来る可能性全然あるかなと思いますし、レアル勢もね、非常に多く来る可能性ありますので、ちょっとラリーガも注目ですね。で、ラリーガに付随して MLS もですね、TOTS で登場をしてました。前作はムフタールだったり、アルマダなんかが来てたんですけれども、今作はやっぱりメッシだったりとかね、期待ができるんじゃないかなというふうにも思いますので、サブリーグではありますけれども、ちょっと注目のリーグになってますね。そして続いてはリーグワン TOTS、シュペルリガ TOTS になってます。リーグワンに関しては前作はね、メッシ、エムバペ、ネイマール揃い踏みという風なことになってましたね。ただ今作はバペ一強という風なことになりそうな、気がしますし、リーグワンはちょっとこう日本人がですね、選ばれてほしいなっていう思いもありますね。伊東純也、南野拓実なんかも活躍をしてますので、この TOTS に今作入れるかどうかという風なところですね。また、付随をしてシュペルリガが来てました。トルコのリーグになってますね。前作だとイカルディだったりとか、メルテンスなんかが来てましたので、今作もここどうかっていう風なところになりますね。そして続いてはセリエ A、TOTS、そしてリーガポルトガル TOTS になってます。前作最後の5大リーグの S として選ばれたのはセリエ A という風なことになってましたね。ラファエル・レオンだったりとか、あとはオシメン、クバラツィヘリアなんかも強かったですし、ラウタロ、ディバラなんかもいました。あとはテオなんかもね、いましたし、結構ね、セリアも侮れないというか、なかなか強い選手が選ばれていた、そういう印象がありますね。あとは S の特別賞みたいな感じで、ディマリア、トモリ、クワドラードなんかも来てましたんで、少し組みは難しい選手多いですけれども、こちらも非常に人気な S が多くいましたね。付随をしてですね、リーガポルトガル TOTS ですね。こちらもですね、意外と前作、ペドロ・ゴンサルベスなんかは使われてはいましたし、あとはグリマルドなんかもちょろっと使われていたかなっていう風な印象がありますので、このサブリーグにもちょっと注目ですね。そして最後にですね、アルティメット TOTS、そしてレストオブザワールド TOTS が配送されました。レストオブザワールドに関しては後で紹介をしたいなと思うんですけれども、まずはアルティメットですね。とりあえず最後をね、締めくくる期間としてですね、1週間アルティメットという風なことで、それぞれのリーグでちょっと注目をされていた、強い選手たちが再び配送されるという風なことですね。でね、前作だとこの上に紫のカードがあると思うんですけど、これはね、ちょっと謎でした。これはね、能力も一緒だし、ダイナミックイメージも一緒だし、ただカードデザインが違うだけっていう風なカードが、なってました。これはね、なんかね、得点を、なんか TOTS アワードみたいな感じで、そのリーグの得点王とかなんか MVP とかそういう風なに選ばれた選手が TOTS のカードと全く同じで来たっていう風な感じになってました。これはちょっとほんまになんか前作謎だったんですけれども、これも一緒に配されていたっていう風なことですね。で、一応、モーメントというか、ちょっと特別賞みたいなちょっと色違ったやつは再配送の対象にはならなかったんで、ネイマとかはね、来なかったっていう風なことですね。
で、そしてこれに付随をして、サブリーグ的な感じで、レストオブザワールドの選手が登場をしてました。ですね、これまで紹介をしていたサブリーグとは別のリーグ、だからその他のリーグみたいな感じで思ってもらえるといいと思います。そこで活躍した選手がレストオブザワールドっていう風なことで配送されてました。強化をされて出てきましたね。やはりね、TOTS めちゃくちゃハイ選手が多いと思いますし、S のカードもかなり多いっていうことが分かってもらえたんじゃないかなと思います。前作はそれこそコミュニティから始まり、プレミア、ブンデス、ラリーガ、そしてリーグワン、セリエ A の順番だったんですけれども、今作はどうなるかはわからないですね。おそらく最後にアルティメットがあるっていうのは変わらないと思うんですけれども、もしかするとこの順番がちょっと変わったりする可能性もあるかなっていう風なことですね。そして最後にですね、SBC だったり目標で来ていた選手を紹介していきたいなと思います。まずはですね、TOTS アリソンですね。アリソンが SBC での登場という風なことに前作はなってました。前作プレミアの TOTS のキーパーはラムズデルだったので、アリソンの選手はなかったんですけれども、SBC でまさかの登場という風なことになってましたね。キーパーなんで値段は多分そこまで高くはなかったかなと思いますし、アリソンということでブラジル人、リバプールというふうなこと、ファンダイクとかとね、あったってことで、ケミ的にも優秀だったので作っていた方が多かったですね。で、そして続いては TOTS モーメントサンマキシマンですね。モーメントというふうな、それこそ特別賞みたいな、感じでサンマキシマンが登場をしてました。多分それなりに高かったかなと思うんですけれども、非常に需要がね、ある選手にはなってましたので、作っている方は多かった印象がありますね。あとはですね、やっぱパック引いていく中で S の選手って結構当たりやすい。外れの選手でもね。で、外れの選手でも90とか0と高くなるのがやっぱ S なんで、素材もね、そこまで困らなかった人が多かったっていうのもサンマキシンを作る理由にもあったかなと、思いますね。ドリブル非常に軽かったですし、速くもあったし、スキルも5だし、かなり使いやすい選手としてプレミアの時にですね、登場をしてました。そして続いては TOTS モーメントニャブリですね。こちらブンデスの時かなに来ていたカードだと思うんですけれども、この時期というか S の時期に44ってちょっと物足りなかったんですけれども、バイエルンが好きだったりとか、ニャブリが好きな方は作っていたのかなというふうには思いますね。能力もさすがね S っていう風なことで高くはなってます。そして続いては TOTS モーメントロイスですね。ロイスもですね、登場をしてました。多分ブンデスの時かなに登場をしてましたね。逆足が5になったロイスっていう風なことで、能力も高くなって出てきました。個人的に55だったら多分作っている方は多かったのかなってに思うんですけれども、こちらもロイスが好きな方は作っておられましたし、それなりに強かったので、需要は高かったかなと思います。そして続いては TOTS モーメントキエリーニですね。こちら多分 MLS なんで、ラリーガかなラリーガの時に来ていたのかなっていう風に多分思いますね。結構値段は安かった記憶があります。ケミがかなり難しかったっていうのもあるかと思うんですけれども、結構キエリーニに関しては強い選手、前作ね、強かったので、ケミが合えば、作っている方は多かったかなと思います。そして続いては TOTS モーメントアラウホですね。アラウホラリーガの時に多分来てましたね。この人めちゃくちゃ強かったです。自分を作って使っていた記憶があるんですけれども、逆足がね、4でレーサーもリアクションも結構高くって、積極性とか守備力、フィジカルなんかもめっちゃ強くって、ペースもね、88まで上がったカードになりますんで、やっぱさすが S 並みに強化されたアラウホっていう風なことで、結構作ってる人は多かったですし、相手に見ることも多かったので、需要高かったかなと思います。そして続いてはフラッシュバックキンペンベですね。フラッシュバックでキンペンベが登場という風なことになってましたね。今作も多分 S 期間にフラッシュバック出してくれるんじゃないかなと思いますので、こういうキンペンベは非常に前作需要がありましたんで、需要が高いですね。フラッシュバック選手、今作も出してほしいなと思います。多分リーグワンの時かな、多分この人も来てたと思うんですけれども、非常に強かった。それこそキンペンベと先ほどの紹介したアラウホで2センターバック組んでる人もいましたので、
SBC だけでも十分戦えるみたいな、そういう S 期間になってました。そして続いては TOTS モーメントキエーザーですね。こちら多分最後のセリエ A の時に来てたかなと思います。この選手も44っていう風なことでどちらか5だったらより良かったかなと思うんですけれども、セリエ A スカットを組んでいた方だったらめちゃくちゃね強い選手になってましたので、作っている方はおられましたね。速くて軽くて、あとはシュートもね決めれるっていう風なことで、非常にキエーザも強い選手として強化をされて出てきましたね。そして続いては TOTS モーメントルカクですね。ルカクはね結構強かったし、値段もね安かったかな。多分これで12、3万とかやった気がします。15万とかぐらいだったんで、結構ねコスパでめっちゃ強かったっていう選手になってましたね。もね5になってスキルも4になったルカクで、でかくて速くて強いっていう風な選手だったんで、多くの方は作って使っていた、そんな印象があるカードでしたね。そして続いて目標ですね。目標でですね TOTS ジョエリントンが、登場をしてました。多分プレミアの時かなに多分出てきていた選手だと思うんですけれども、スキルが3、逆足4、ちょっと TOTS の時には物足りないですし、能力もねもうちょっと高ければっていうのはあったので、スタメンで使うっていうよりかは素材として溶かす選手として取っていた方が多かったと思います。でそして続いてですね TOTS トゥラムが、登場をしてました。こちらはブンデスの時かなに多分目標で来ていた選手だと思うんですけれども、この選手もちょっとドリブル重めだし、空中戦やるって言ってもジャンプちょっと低いしっていう風な感じで、それなりに使いはするんですけど代わりはいるっていう風な選手だったので、素材として取っていた方が多かったのかなと思いますね。そして続いては TOTS 三笘薫がですね目標で登場をしてました。多分プレミアの時期かなに多分来ていたかなと思うんですけれども、三笘という風なことで日本人としてはですね非常に取っていた方が多かったですし、ケミはちょっと難しかったりとか、したので、自分はスパサブで、使ってた記憶がありますね。こういう日本人の選手 S に選ばれなかったとしても目標で、来る可能性もありますので、そこに期待ですね。そして続いては TOTS オペンダーがですね目標で登場をしてました。他のね目標の選手とはちょっと違って赤のカードで強くなったっていう風なことですね。赤のカードデザインで90のオペンダーが来てました。 CF ですね。 CF の勝ち数に応じてゲットできた、そんなオペンダになってました。前作は多分 CF8 勝かなでリーグワンのね時に目標で来まして、8勝したらオペンダが使えるよ、もらえるよっていう風なカードで登場をしてましたね。そして最後に素敵な噂を紹介して終わりたいなと思います。今作新しくプレイスタイルというものがつきましたね。その中で TOTS はですね、ある一部の選手はプレイスタイルプラスが3つつくと、そういう風な噂をされてますね。今、プレイスタイルプラス2つ付きがね、当たり前になった時期で、最後という風なことで3つ、つく選手もいるんじゃないかという風な、ことが言われてはいますね。そしてまたですね、今ゴラッソという風なイベントでアイコンだったりヒーローのね、強化が多くなされてはいるんですけれども、TOTS 期間にもですね、ワンチャン TOTS アイコンみたいな選手が出てくるかもしれないですね。TOTY の時にも少しね、アイコンが強化されましたけれども、そういうような感じで S 期間にもですね、アイコン選手が強化されて出てくる可能性もなくはないのかなというふうには思います。こちらがですね TOTS チームオブザシーズンのイベント解説になります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。